ちは、おっちゃんドドドドです。また声変わりしましたが、中身はおっちゃんです。心配しないでください。それではスタート。前回の続きでフェンダーレスの作業です。純正フェンダーは隙間だらけで、もはや泥よけとは言えない形状です。ナンバーステーはホームセンターの鉄板で作ってみようと思います。まずは大まかな形を、おっちゃんのいつもの落書きです。視聴者さんにはうまく伝わらないおっちゃん独特のやり方です。これがこうなってああなってと考えながら落書き、それがおっちゃんクオリティ。前に作ったパニア用横揺れ防止棒、これと入れ替えにナンバーステーを作ります。短い間でしたが、お役目ご苦労様でした。何かに再利用できるかな。長さはこれを基準に。楽ちん。まずは鉄の板でこの字型のステーを作ろう。じゃじゃーん。おっちゃん、グラインダー買っちゃいました。 DCM で3980円でした。安い。そして金色がかっこいい。新年のセールで衝動買いしてしまいました。道具もちょこちょこ買い足しております。パワーもまず良い買い物でした。繊細な作業も大丈夫そうですね。ただ音が大きめです。夜は使えなさそうです。残念。先に8ミリの穴を開けます。この字型にしてからだと穴が開けにくいのです。マジックペンでささっと書いてた目印にポンチで中心にアタック。大体なのでずれました。まあ修正可能だろうとグリグリ穴を開けます。試しにインパクトドライバーを使ってみましたが、普通のドリルの方が良い感じがするな。やはりドリルは穴開け専用ということですな。切れ込みを入れて直角に曲げる準備をしてます。切れ込みがあると鉄板が曲げやすいです。ですが強度は下がるので後で補強に溶接しときます。あり合わせの道具で鉄の板を曲げてます。アンビルや万力や作業台が欲しくなってきたおっちゃんです。しかしそれらを買うと素材が買えなくなるので悶々とする毎日でございます。良い具合の直角に仕上がりました。では装着。バッチリはまりました。ナンバーを止めるステーを溶接。サクッと切断済みの鉄の板を使います。眩しい光に注意してください。溶接、削る、溶接、削る、溶接。なんだかしっくりきません。ここの箇所を溶接するのに手こずりました。溶接箇所が盛り上がるとナンバーに当たっちゃうので、ギリギリまでグラインダーで削ると強度が出てないのではと不安になり、何回も溶接をやり直しました。溶接の練習にはなります。いや、毎回が練習だとあれこれ考えながら試行錯誤中です。鉄材が分厚いので2ファイの溶接棒で溶接してみましたが、1.4 ファイの方が溶接しやすい感じでした。100ボルトなのでパワーが出てない感じなんでしょうか。家の電源に200ボルトを追加する予定は今のところないのですが、バイクのフレームを作ったり強度が欲しい箇所を溶接するときには欲しくなっちゃうのかもしれません。欲望は止まりませんが、節制しながら頑張って作業を進めてみたいと思います。
おっちゃん、何年か前までホンダのフォルツァを通勤用で乗ってたのですが、とある事情で手放すことに売るんじゃなかったと最近ふと思ったり、置いとけば何かカスタムして遊べたのになぁと。でもまあ今は NM4 のカスタムが楽しいので、溶接はもうちょっと上手くなりたいな。何をもって上手くなったというのはわからないけど、ちょっとした工具なら溶接で作れるんじゃないかと、溶接機夢が広がります。この釘溶接チッピングハンマーもそうですね。勢いで作った割には結構使えてます。鎧も作れるのではとも思いましたが、よくよく考えてみると、鉄板を叩いて曲げたり伸ばしたり板金作業なので、おっちゃんのスキルはゼロで無理であります。もちろん革細工もしたことがありません。趣味でなんとかなるレベルではないですもんね。でも盾とかコテなら作れそうな気がします。あくまで気がするだけですが、武器を作っちゃうとネット警察に捕まっちゃうので武器は作りません。 FRP なら鎧も武器もコスプレ的な感じで作れそう。どれだけ素材がいるのか未知数ですが、楽しそうな感じはします。ただ楽しそうでも時間がないのがおっちゃんの悩みではあります。雑談をしてる間にステーがだいたい完成したようです。不安なので裏側に補強の板を追加。もりもり溶接スタート。補強の板による重量アップは気にしません。走行中に外れることの方が危ないし、周りに迷惑がかかるのでがっちり仕上げます。そしてお気づきの方もおられると思いますが、ナンバーステーは Amazon とかネットショップで安く売ってます。それらを買うとこのような苦労はしなくて済むと思います。おっちゃん、何でも作れる気になって作業が進まず時間だけが過ぎていってる感じ。こうしてどんどん年を重ねていくんだなと最近しみじみ思います。近くが見えなくなり遠くが見えなくなりどんくさくなりながらも、おっちゃん生きております。生きてることに感謝、みんなに感謝。では一旦話を戻して、溶接初心者でもそれなりに溶接できてるので鈴キットお買い得な商品でした。後々にはギグ溶接とかもチャレンジしてみたいです。機器は持ってないですが。ではナンバーをつけて本体に装着、角度も自由に変えれます。やりすぎると年がいもない感じに跳ね上がったナンバーにもなります。さて次はリフレクターをつけるステーを溶接します。これまた裏に追加溶接で補強予定なのでガンガンいきます。リフレクターの角度を変えれるようにしたかったのですが、時間の都合で省略しました。あとパニアケースに左右から力が加わるので補強もしとかないと。しばらく四苦八苦溶接をお楽しみください。これだけ裏から持っておけば一安心。アークが途切れにくくもなってきました。おっちゃん少し上達したなと感じます。溶接跡はまだ綺麗ではありません。
フレクターの形状に合わすためにグラインダーで切断。手袋をするのを忘れてました。火花が痛かったです。良い感じに仕上がりました。合わせてみると少しずれた感じですが、リフレクターよりは面積が大きい感じなのでよし。後で塗装もしなきゃなので綺麗に仕上げときます。だんだん完成の形が見えてきました。100円ショップで購入したステンレスっぽいステーですが、もともと開いてる穴が小さいのでウインカー部分の 8mm の幅に合いません。ドリルビットを使って 8mm の穴を開けます。インパクトドライバーで穴を開けると手で持ってても衝撃が少ないので良い感じです。普通のドリルだと手で持ったら危険なので注意しましょう。もちろんインパクトドライバーも危険なので注意。いい感じ、綺麗にはまりました。強度はウインカーの重さだけなので大丈夫そう。合計4箇所の穴を広げました。見栄え的に丸まった方を使いたいので両端を切断。ぶった切ります。良いな、これ切断ほんと早い。回転数が速いんかな。安いからすぐに壊れちゃいそうだけど使用頻度は少ないかと思うのでよし。良い。後で形を整えてみます。サクッと完成。急増ですがまずは作ってみてイメージをつかみます。ざっくりと完成。あとは細かな修正をしながら作業を進めてみたいと思います。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。